こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はバンダイから発売されている、ニルバーシタイプ0を作成したいと思います。お値段は定価で1760円。最近発売されたモデロイドのニルバーシと比べたら、かなりお手頃ですねこれ。さて、前置きはこれくらいにして、バンダイ版、ニルバーシュの箱の中身がどうなっているかチェックしていきたいと思います。はい。こちらがニルバーシュのパッケージになります。かっこいいですね。箱の中身にはポリキャップランナーが1枚。通常のランナーが7枚。そしてシール、説明書が1冊入っています。バンダイ版のニルバーシュは成型色がツヤツヤしている。グロスインジェクション仕様になっています。組み立てるだけでも高級感がありそうですね。それではバンダイ版のニルバーシュを組み立てていきましょう。今回の組み立てに使用したのは、タミヤの先細薄刃ニッパー。このニッパーを使用して、パーツをランナーから切り取っていきます。通常のプラモデル作成では、パーツを切り取る際に発火しないよう、二度切りをしてパーツを切り出すことが推奨されていますが、私はこの後に改造や塗装をするので、発火を気にせず一度切りで模型を組み立てています。その方が早く組み上げられますからね。はい。ニルバーシュの組み立てが終了しました。これは、かなりかっこいいじゃない。このキットはだいぶ昔に発売されたものなのですが、スタイルとシルエットはかなりスタイリッシュで、今見ても全然かっこいいですね。しかし、素組みだけの状態だと色が少なく、劇中に登場するニルバーシュとは全然違いますね。ここだけが少し残念。シールはついていますが、時間が経つと剥がれてくるんですよね。ということで、それではニルバーシュの改造を始めていきたいと思います。まずはパーツの各所にある合わせ目消しから行います。合わせ目消しに使用するのは、流し込みタイプの接着剤。この接着剤を合わせ目にたっぷり流し込み、少々時間を置いてパーツを思いっきり貼り合わせます。この時に、合わせ目から接着剤で溶けたプラスチックがはみ出てきたら、合わせ目消しは成功。あとは洗濯バサミやクリップなどでパーツを固定して、最低でも1日程度接着剤が乾燥するまで待ちましょう。はい。接着剤が乾燥したので、パーツの合わせ目からはみ出ているプラスチックを削る作業を行います。まずはじめに、はみ出ているプラスチックを大まかに削り、残った部分を、紙やすりを使用して、綺麗に削っていきます。ニルバーシュのパーツは曲面が多いので、ヤスリを使用してパーツを削る際に、紙ヤスリをほぐして柔らかくしたり、スポンジヤスリを使用すると、パーツが綺麗に仕上がると思います。さて、この合わせ目消しの作業を、リフボード、腰部のパーツ、脚部と腕部の関節、そして胴体の背甲部分に行いました。これで合わせ目消し作業終了。続いてハンドパーツと、武装のブーメランの改造を行いたいと思います。まずはハンドパーツの改造から、ニルバーシュのハンドパーツには、ブーメランを取り付けるためのジョイントがあります。このジョイントを、ニッパーを使用して、ある程度破壊します。ニッパーを使用して取り除くことができなかったジョイントは、リューターを使用して除去していきます。これでハンドパーツのジョイントが綺麗になくなり、ある程度のスペースを確保することができました。さて、それでは作ったスペースに磁石を仕込んでいきます。今回仕込む磁石は、100均で購入しました。この磁石をハンドパーツのスペースに設置して、瞬間接着剤で、磁石をパーツに固定します。磁石を仕込み終えたので、続いてハンドパーツの穴を埋めたいと思います。穴を埋めるのに使用するのはエポキシパテ。2つのパテをよく練り込み、ハンドパーツの開いている穴に、パテを隙間なく詰め込んでいきます。比較的大きい穴は指でパテを押し込んだ方が効率がいいですね。作業が終わったら、パテが完全に乾燥するまで置いておきましょう。はい。十分にパテを乾燥させたら、デザインナイフと、電動工具のリューター、紙やすりを使用して、パテを削り、ハンドパーツの形を整えていきます。パテがだいたい平坦になったらヤスリ掛けはやめていいかなと思います。ヤスリ掛けが終わったらハンドパーツの改造は終了。続けてブーメランの改造を行います。まずはブーメランについてる余分な部分を、ニッパーを使用して、ブーメランから切り取ります。この取り付け部分があるとあまり格好良くないですよね。ブーメランの取り付け部分を切り取り終えたら、
毛書き針を使用して、パーツの先端に傷をつけます。そしてつけた傷を目印に、ピンバイスで、穴を開けていきます。今回はブーメランの先端に 0.5 ミリの穴を開けました。穴を開け終えたら、この穴に 0.5 ミリの金属製の芯を差し込みます。この金属製の芯をブーメランに仕込むことで、ハンドパーツにブーメランがくっつくというわけですね。さて、ブーメランが無事ジョイントなしでも取り付け可能になったので、ブーメランに開いた穴を埋めたいと思います。穴埋めに使用するのはランナーを細かく切ったもの。この細切れのランナーを穴の上に乗せて、流し込み接着剤を、ランナーとパーツに塗布します。接着剤を塗布することでランナーが溶けて柔らかくなるので、この溶けたプラスチックをパテ代わりにして穴を埋めました。続けてブーメランの先端を鋭く尖らせていきたいと思います。まずは鉄やすりで、ブーメランの先端を削り、平らにします。パーツの先端が平らになったら、瞬間接着剤をパーツに塗布して、1ミリのプラ板を貼り付けていきます。瞬間接着剤が乾燥したら、ニッパーを使用して、余分なプラ板をカットしていきます。ある程度プラ板を切ることができたら、鉄やすりを使用して、プラ板を削ります。この時にブーメランの先端を尖らせるように、根元から先端に向かってヤスリを動かします。先端がトゲトゲになったらブーメランの改造は終了です。余計なジョイントがなくなり、とてもスタイリッシュな見た目になりましたね。さて、ジョイントを切り取ったことで、ブーメランを型に取り付けることができなくなってしまいました。なので、型のアーマーにも、先ほどのハンドパーツのように磁石を取り付けたいと思います。まずは邪魔なジョイントの受け部分を、ニッパーを使用して、ある程度切り取ります。ニッパーで切り取りきれなかった部分はユーターを使用して削り取ります。このジョイントを取り除く作業ですが、完成後のブーメラン取り付け位置が左右で違うので、左右の取り付け位置を間違えないように、注意して磁石を貼り付けましょう。磁石を貼り付けるのに使用したのは、瞬間接着剤。余計な部分に接着剤がつかないように爪楊枝で少しずつ塗布し、磁石を貼り付けていきましょう。接着剤が乾燥したら、改造したブーメランがちゃんと磁石に貼り付くか実験。しっかり貼り付くし、細かい位置の調整もできますね。パーツを振ってもブーメランが取れないのでいい仕上がりではないでしょうか。続いてニルバーシュの首の延長作業を行いたいと思います。元々の状態だと少し首が埋まっている印象があり、顔が少し見えづらいですね。それでは首の改造を始めていきましょう。まずはパーツの軸を、ニッパーで切り取ります。軸を切り取ったら、元々軸がついていた部分に、毛書き針を使用して傷をつけます。この傷を目印にして、軸があった部分に、ピンバイスを使用して、穴を開けていきます。今回首のパーツに開けた穴の大きさは3ミリ。何かと使い勝手のいい穴の大きさですね。パーツに穴を開け終えたら、1ミリのプラ板を用意して、先ほどパーツに開けた穴と同じ大きさの穴を、プラ板にも開けていきます。プラ板にも穴を開け終えたので、首のパーツとプラ板を接着していきます。接着に使用するのは瞬間接着剤。この接着剤をパーツに塗布して、先ほどのプラ板とランナーを組み合わせたものを、首のパーツに接着していきます。このランナーが、一番初めに切り取った軸の代わりになるわけですね。さて、瞬間接着剤が乾燥したので、余分なランナーとプラ板を、ニッパーを使用して、切り取っていきます。この作業はできるだけパーツに近いところまで、プラ板を切った方が後が楽かな？プラ板をカットし終えたら、鉄やすりを使用して、プラ板の形を整えます。パーツとプラ板の境目が綺麗になくなったら作業終了です。それでは作業が終わったパーツを本体に取り付け、出来栄えを確認してみましょう。改造前には顎を引くことはできませんでしたが、延長することによって可動範囲が増えていい感じ。はい。続いてニルバーシュ胴体のディテールアップを行いたいと思います。それでは作業を始めていきましょう。まずは元々胴体についているモールドを、彫刻刀を使用して、削り落としていきます。この時に、すべてのモールドを削ってしまうと、どこにモールドがあったのかわからなくなってしまうので、周りの縁は残しておきましょう。彫刻刀でモールドの一部を削り終わったら、毛書き針を使用して、モールドの中央部分に傷をつけます。
傷をつけ終えたらこの部分を目印に、ビューターと、ピンバイスを使用して、穴を開けていきます。開ける穴の大きさはモールドの縁がなくなるくらいまで。多分 3.2 ミリくらいかな。私は最大で3ミリのピンバイスしか所有していないので、ビューターで無理やり穴を広げています。さて、続いて開けた穴にディテールアップパーツを取り付けていきます。使用するのは寿屋のマイナスモールドに、いつか使うだろうと数年前に購入したものを引っ張り出してきました。ようやく日の目を見るにあなって、それでは切り出したパーツを本体に取り付けていきます。切り出したパーツの大きさは4ミリ。開けた穴と大きさが違いますが、穴の途中でパーツを引っ掛けるため、わざと大きめのパーツを切り出しました。パーツを本体に取り付け、接着剤で固定したら、パーツを使ったディテールアップは終了です。続けて胴体についている丸モールド部分に、穴を開けていきます。この部分はディテールアップパーツを使用せず、ただ穴を開けるだけにしておきます。ごちゃごちゃパーツをつけても、ニルバーシュは格好良くならないと思うんですよね。穴を開ける手順と道具は先ほどと全く同じなので割愛します。穴を開け終わったら全ての改造作業は終了です。なかなかいい感じに改造できたかな？はい。こちらが改造作業が終了したニルバーシュになります。組み立てただけの状態と比較しても、ただ艶がなくなっただけのように感じますが、個人的にはたくさん時間もかけたし、手間もかけたし、見た目も結構変わっていると、思う。まあ、ほとんど何をしたかわからんですねこれ。はい。ニルバーシュにサーフェイサーを吹いてきました。単色になるとかなり見栄えが良くなりますね。改造を行った部分も綺麗にできていて、特に修正する箇所はないと思います。多分、細かいミスほど後になって気がつくんですよね。ということで、目立つ修正箇所もないので塗装作業をしていきたいと思います。それでは塗装を始めていきましょう。まずは金色の塗装から。使用した金色は、タミヤのゴールドリーフ。赤色というかオレンジ色というか、通常のゴールドと違い、塗装終了時に白くならない金色なので、結構気に入って使っています。続いて暗いグレーを塗装していきます。使用したのは、タミヤのジャーマングレー。この色は主に関節に使われることが多いですが、今回はニルバーシュのところどころにある排気口のような部分に使用してみました。続いて白色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、シタデルカラーベースのコラックスホワイト。隠蔽力が高く、使い勝手の良い白色ですね。この白色で先ほどの塗装ではみ出た金色やグレーを塗りつぶしつつ、全体をきれいに塗り上げていきましょう。続いて明るいグレーの塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤのライトグレー。ニルバーシュの各所にある灰色の部分を、このライトグレーで塗装してみました。説明書に記載されている完成品の写真は、濃い色のグレーでしたが、少し全体の色が賑やかになりすぎるかも？ということで少し明るいグレーをチョイスして塗装してみました。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのサーモンピンク。ニルバーシュの赤色は、ガンダムのような真っ赤な色ではなく、少し淡い、パステルのような色合いに感じたので、モンザレットのような赤ではなく、サーモンピンクを塗装してみました。さて、基本的な塗装が終了したので、続いて墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。エナメル塗料を自前で希釈して墨入れでも使用かなみたいな考えを作業前は持っていたのですが、片付けとか大変だな。ってなりまして、既製品の墨入れ塗料を使用してしまいました。続いては頭部やリフボードの墨入れを行います。まあ、これは墨入れというよりも、エナメル塗料を使用した部分塗装ですね。はい。塗料が乾燥したので、モールド部分からはみ出ている塗料を拭き取っていきます。この作業に使用するのは、エナメル溶剤と綿棒。綿棒に溶剤をつけ、優しくパーツをこすって塗料を拭き取っていきます。特にパーツの角の塗料を拭き取る際は注意が必要です。すぐに塗膜が削れてしまいますからね。優しく作業をしましょう。それでは最後の仕上げ作業を行います。仕上げの作業は目にシールを貼ること。
元々のシールは顔の赤色部分まで補うものでしたが、塗装で赤色部分を塗ってしまったため、少しシールをカットして、ニルバーシュの顔に貼り付けています。シールをカットしたので1枚の繋がったものではなくなってしまいましたが、バランスを見て丁寧に貼り付けましょう。はい。案の定貼り付けに失敗したので、シールが足りなくて白くなってしまっている部分に、ガンダムマーカーを使用して、色をつけていきます。これで全ての作業は終了です。それでは完成したニルバーシュをご覧ください。はい。こちらが全ての作業を終えた、バンダイ版ニルバーシュタイプ0になります。いやー、やっぱりニルバーシュってかっこいいですよね。本当にスタイリッシュでおしゃれだと思います。アニメもめちゃおしゃれでしたからね。BGM もそうですし。幼き私はレイアウトという言葉をエウレカセブンで学びましたからね。そういった意味でも思い出深い機体です。はい。ニルバーシュをリフボードに乗せてみました。ニルバーシュはボードに乗っけなきゃいかんですよ。まあ、足の裏とボードの塗装がボロボロになるので、もうボードには乗せないで飾るんですけどね。さて、それでは今回の作成で失敗した部分の話をまずは色の塗り忘れ。屏風や胴体の裏側に塗らなくてはいけない赤色を塗り忘れていました。完成した後にふと見た箱の横にある写真を見て気がついたんですよね。これが一つ目のミス。続いてのミスも塗装関連。青空をイメージしてキットについている土台を塗装したのですが、なんだかよくわからない不思議な感じに仕上がってしまいました。まあ、ここは土台なので見なかったことにして、塗装のやり直しはしませんでした。最後のミス。というか私の不注意なのですが、トップコートを拭いた半乾きのニルバーシュを落として、塗装の一部が剥げ、たくさんホコリがついてしまいました。これらが今回の作成で失敗したところになります。はい。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にするのでその時はよろしくお願いいたします。では、さようなら。